東京と神戸を結ぶ鉄道の大動脈、東海道本線。滋賀県米原駅は JR 東海と JR 西日本の境界。駅を管轄するのは JR 西日本だから、 JR 東海の列車を JR 西日本の方法で案内しているのが面白いんだよな。名古屋方面と付け足しているあたり、浜松は関西圏では馴染みのない駅名なのかな。時刻表でも特別快速が青字で書かれている。特別快速浜松行きは平成初期に登場した311系8両編成。国鉄が民営化され誕生した JR 各社が独特のアイディアを打ち出していた時代。311系にも面白い設備が。おお、これデッキがないのに公衆電話があったんだよな。携帯電話が普及する前、通話マナーもない時代。平成も遠くなりにけり。北陸本線との重要な分岐点米原駅には、かつて貨車を仕分けする操車場が置かれ、その広大な線路が今も残されている。あと鉄道総研の新幹線試作車両も圧巻。鉄道の街米原らしい景色があちこちにある。昔米原駅で国鉄電車を撮影した記憶がよみがえる。米原発金沢行きの特急かえつや寝台電車を改造した普通電車など懐かしいな。今はもう国鉄電車は来ないのかな。7時7分、朝日を浴びながら 188.8km、 2時間41分に及ぶ長旅が始まりを告げる。米原から浜松まで直通する上り電車は2019年現在1日2本のみ。新幹線は除く。新幹線光号なら1時間かからずに浜松に着いてしまう。年々短くなる北陸本線と分かれ、一路東へ。早速面白いものが現れる。世にも珍しい SL 用の防空壕、伊予木蒸気機関車避難壕未完成。太平洋戦争末期、硫黄島を飛び立った米軍のマスタング戦闘機は日本各地の飛行場を攻撃するついでに列車などインフラを機銃掃射、多くの被害を出していた。重要なジャンクション米原駅も攻撃を受けたそうだから、その後で建設を始めたのかな。近江長岡駅も面白い。かつて伊吹山の麓にある住友大阪セメントの工場からセメントを運んでくる貨物列車が発着していた。石灰石の外壁を持つ駅舎。レンガの町深谷駅はレンガ造りの駅舎で有名だけど、石灰石を貼り付けるとはこの発想はなかったな。有名になってほしい。左側には貨物ヤード跡。線路はほとんど剥がされているけど、セメントのタンク車が並ぶ光景が浮かんでくるよな。この小さな山を挟んで向こう側には綺麗なカーブを描く専用線の築堤。その先は伊吹線路道という名のサイクリングロードに整備されていて、ガーダー橋や河川柱も残されている。昭和27年から平成11年まで使われたそう。廃止後、電気機関車は大井川鉄道や三岐鉄道で使われ、SL は三岐鉄道西藤原駅で保存されている。旧中山道に沿って昔ながらのレトロな街並みが残っている。東海道は亀山を通る南側のルートだから東海道本線と言いながらも東海道から外れているんだよな。
明治17年の時点で東京名古屋間の敷設は東海道本線か高崎松本中津川を通る中山道幹線か決まっていなかったそうだけど、ここだけは中山道ルートで決まっていたんだな。天下分け目の関ヶ原、昭和19年の駅舎が使われ続けている。関ヶ原は明治17年に開通したルートを走る。敦賀港から入ってくる鉄道建設資材を建設現場へ運ぶために、長浜から大垣までのルートがいち早く建設されたそう。その廃線跡には内務省鉄道庁の用地区域が残る。内務省時代の用地区域は珍しいよな。徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍、小早川秀明らの寝返りで勝利した家康が庶民の経済や文化が発展した平和な江戸時代を築いてゆく。大垣関ヶ原間は急勾配20ミルが続く難所。上り線は坂を下る。ややこしいな。おお、これは急な下り坂。25ミルもあるのか。上り坂を10ミル以下に抑えた下り線、つまり坂を上る別線が戦時下の昭和19年に敷かれているが、それをアンダークロスするために20ミルから25ミルへ悪化したそう。下り坂だから問題にならなかったのかな。その別線は新垂井線とも呼ばれ、かつては新垂井駅という駅も存在した。遠回りなのに今でも下りの貨物列車は新垂井線の方を通る。補給が必要な瀬の八が 22.6 ミル、梅北は 23.5 ミル、20ミルも補給をつけないと心もとないのかな。新垂井線が合流した直後にもう一路線合流してくる線路がある。こちらも東海道本線の支線、通称美濃赤坂線。ここ南荒尾信号場から 1.9km しかない盲腸線。大正8年開業時の駅舎を持つ美濃赤坂駅からは石灰石の輸送を目的とした西濃鉄道が伸びている。神社の前とか街中を所構わず貨物列車が走る昔ながらの景色が残っているんだよな。金正山から産出された石灰石を名古屋地区の名物貨物列車赤ほきに積み乙女坂駅を出発。美濃赤坂駅で JR 貨物の電気機関車にバトンタッチする。国宝級の電気機関車 EF66 の27号機が担当した時には見物に行ったよな。終点側の名古屋臨海鉄道も面白い。笠寺駅を通過するときに思い出に浸るか。名古屋地区の東海道本線で活躍する車両の基地、大垣車両区が見えてきたな。311系のホーム。かつては勾配を越えるために列車を後ろから押した SL の機関庫が置かれていた場所。垂水鉄道の前身、国鉄垂水線の C11 蒸気機関車が廃止される昭和47年まで SL が在籍したそう。明治17年、鉄道開通時は日本海側の敦賀港から運ばれてきた物資が大垣からは揖斐川を下って桑名など太平洋側へ運ばれていったそう。そのルートをたどるかのように敷かれているのは養老鉄道。揖斐から大垣を経由して桑名までを結ぶ元近鉄の路線。近鉄時代の旧車体色マルーン一色にリバイバルされた車両が渋いよな。大垣といえば思い浮かぶのは大垣夜行。23時頃品川から乗ると大垣に7時頃に到着。
全席自由席だから18切符で格安に移動できたし、何より東海道本線を走る国鉄の急行型電車は往年の急行東海に乗っているようで楽しかったな。大垣から東側は明治20年開業。築堤の下に残る高大門西橋梁はねじり万歩と呼ばれるレンガの積み方。ポータルに対して斜めに坑道が掘られているがゆえの複雑な模様。明治のレンガ職人による造形美が今も現役。さらにこれ国重要文化財の揖斐川橋梁。イギリスのパテントシャフト&アクスルトゥリー社製ダブルワーレントラス。うまく言えないアクスルトゥリー。当時の日本には大きな川に鉄橋を架ける技術がなかったんだよな。鉄橋は貴重だから役目を終えると他の地で再使用されることが多かったが、新しい鉄橋に役目を譲った大正2年以降も同じ場所にずっとかかっている。上流側垂水鉄道の鉄橋も面白い。元東海道本線だった御殿場線の単線化で捻出した明治33年製の極限ブラッドトラス。アメリカの A&P ロバーツ社が製造。イギリスに代わってアメリカの鉄道技術に頼るようになり始めた初期の貴重な鉄橋。100年以上も前のイギリスとアメリカの鉄橋が対峙している状態も面白いし、東海道本線の東の難所にあった鉄橋が西の難所の近くにあるのもまた面白い。右側1番線に到着です。ドアから手を離してお待ちください。まもなく岐阜でございます。岐阜駅に到着。何やら金色のおじさんが。織田信長が鉄砲を持って立っている。何をされるか分かったもんじゃないな。泣かぬなら丸してしまえホトトギス。駅前にはかつて名古屋鉄道の路面電車が走っていたんだけど、そこを走っていた丸い窓の電車の保存は嬉しいな。特別快速と言いながらも岐阜駅までは全部の駅に止まってきたけど、岐阜からは多くの駅を通過する。岐阜豊橋間のライバル名古屋鉄道の名鉄岐阜駅。この JR の高架下は名古屋本線で唯一単線になっているが、なんだか複線化を阻止されているように見えなくもない。実際は複線化できるとかできないとか。目を細め遠くを見ると名古屋駅の高い駅ビルが見える。近そうに見えるけどどうかな。違ったよ。小林さんと。違った。中山道幹線のルートを行く高山本線と分かれ、南に舵を切る。1567年に移ってきた織田信長が居城とした岐阜城。これから通る清洲城から小牧山城、岐阜城、安土城と居城を変え、天下統一を進めてきたんだな。木曽川を渡ればいよいよ愛知県に入る。
初の通過は木曽川駅。回送電車で見えないけど大正元年のランプ小屋が保存されている駅。大正時代だから客車のランプの燃料ではなくポイントに使う潤滑油を収納していたらしい。お、あれはライバル名古屋鉄道の快速特急豊橋行きだな。すぐ近くの新木曽川駅にも停車したはずなのに、もう時速 120km 出ているのか。ぴったりとトップスピードの311系特快に食らいついてくる。もともと311系電車のライバルは名鉄1000系1200系特急電車だったけど、多くが後継の2200系電車に置き換わっている。2200系の方が性能は上だから食らいついているのはむしろこっち側の311系の方かも。それでもかなり奮闘しているよな。岐阜から名古屋までの所要時間は特快が20分、名鉄の快特が29分。名鉄の方が停車駅が多いし少々遠回りするけど、この時間差なら十分選択肢に入るよな。名古屋豊橋間は逆に名鉄快特が49分、 JR 特快が55分。名鉄の方が停車駅が少なくショートカットをしている。岐阜豊橋間は JR が1980円、名鉄が1670円、指定席ならプラス450円。コーツはつけがたい。自分ならその時々で好きな車両が走っている方を選ぶかな。この特快と快特、どっちが先に豊橋駅に着くかな。一宮には同時刻にピタリと停車。実はこの特快に4回乗っているけど4回とも同時着だった。すごい。到着だけでなく8時1分の発車も同時。当たり前に電車に乗っているけど本当はすごいことなんじゃないかな。しかし名鉄2200系にまざまざと加速性能の差を見せつけられる。311系の起動加速度は毎秒時速 2.0km、 2200系は毎秒時速 2.3km。 ちょっとかなわないかな。313系は 2.6 らしいからきっと敵を取ってくれるよな。名鉄線は少し西側へと分かれてゆく。次に線路が並ぶのは名古屋駅の前後区間。列車の駅だけでなく貨物列車の駅、そして JR 貨物の愛知機関区を併設した広大なヤードが広がる。昭和59年までは貨車を行き先ごとに仕分けする操車場だったところ、米原駅もそうだったよな。国鉄の日本三大操車場は新鶴見、吹田、そして稲沢であった。かつての貨物列車は操車場で貨車の仕分けをしてきめ細かく多くの行き先に対応する現在のトラック輸送のようなことをしていたんだけど、高速道路網の整備などでトラックに勝てなくなったんだろうな。織田信長も居城としていた清洲城は平成元年に再建された鉄筋コンクリート造り。本物は江戸時代の初め頃、名
名古屋城築城の際に資材として利用され解体。左から JR 東海交通事業城北線の立派な高架が稲沢線に合流してきた。もともと中央本線や東海道本線を走る貨物列車を名古屋駅を迂回する形で通すバイパス線として日本鉄道建設公団が建設していた路線。名古屋地区における武蔵野線になるはずだったんだな。今では1両のディーゼル機動車が全線複線高架の立派な設備を走っているから面白い。稲沢駅から笹島貨物駅までは旅客線と並走して稲沢線と呼ばれる主に貨物列車が走る複線線路が敷かれている。笹島貨物駅もすでになくなっているから、かつての鉄道貨物輸送全盛期の幻影だな。311系の本当のライバル名鉄1000系1200系特急電車が左高駅の留置線で待機しているな。名古屋鉄道が合流してくると間もなく名古屋駅に到着。ご利用くださいましてありがとうございます。まもなく名古屋です。新幹線中央線、関西線、青波線、名鉄線、近鉄線、地下鉄、東山線、桜通線は乗り換えです。各線は上り静岡、東京方面というわけで14番線、15番線です。下り京都、新大阪方面16番線、17番線です。名古屋出ますと金山、刈谷、名古屋駅の下を直角に交差するリニア中央新幹線の工事が進められている。かつての中山道幹線に近いルート。名古屋では先行の普通電車豊橋行きに阪急連絡。311系8両編成同士の並び。国鉄から JR 東海へ新時代の幕開けを見ているようなシーンだよな。